ロジカル FX 通信の補足解説動画をしていきたいと思います。タイトルは、1時間足でミドルまで深く戻ってきた時の参戦ポイントとはになります。7月23日の記事になります。では早速、トレードポイントを見ていきたいと思います。はい。昨日のトレードポイントは、ここになります。で、昨日は、先週の金曜日、いきなり落ちてきたんですけど、で、この落ちの後の、最後の、人波みたいな流れですね。で、一般的な流れとして、前日とかに大きな流れが出て、その後に何か大きな指標がない限りは、やっぱり、最後の、プチ下落みたいなもので終わってしまいますよね。ここから下に行くっていうのは、やはりなかなか出づらいですね。テクニカルだけでは。で、昨日は月曜日で大きな指標もなかったので、基本的にやっぱり、プチ下落で、上がっていったっていうような感じになります。で、これって週足見てもらうと、週足はちょうどここで抵抗があるので、ここからこうやって上がっていく可能性もあるので、もう一段ちょっと陽線をつけて上がってきてから、ここから下がっていくっていう可能性を秘めてるようなところなので、ここっていうのは、やっぱり大きな指標がないとなかなかこうやって下に行かないっていうような感じですね。なので昨日のところっていうのは、この週足のこの抵抗、ちょっとこれ下に見えて消えてるのでちょっとわからないですけど、ここら辺が週足のトレードポイントになります。一眼足だとこれにちゃんと反映されてますよね。ここになります。はい。ここぐらいを狙っていた、最後の人波を取っていったっていうポイントになります。はい。で、ここっていうのは、まず、どういう流れなのかっていうと、いつものこれですよね。ここでこういう流れがあって、で、その後に、いつもの、上段下段ですね。はい。上段がこれぐらいですかね。ちょっとざっくり書くと、これはざっくりでいいので、こんな感じですね。で、重要な抵抗がここに2つあると。で、金曜日にこう下がってきて、月曜日に上がってきましたと。で、上段に上がってきましたよね。で、その後、下段に行って、ここでヒゲレジサポして、下がっていったところで、次の確定足から入ったっていうような感じですね。4時間足だと、ここです。ここから陰線が出ますよね。日足自体は、週足は陰線が出て、始まったので、目線的には下。で、日足も陰線から始まったので、基本的には下ですね。で、4時間足も、ここから陰線だったので、最後の陰線を取っといてくださいですね。陰線、陰線、陰線です。で、ここも、1時間足の陰線になりますね。はい。っていったところを、取りましたと。はい。で、一旦こうやって深くミドルぐらいまで1時間足戻ってきましたよね。で、戻ってくると、上段下段のこの流れが出やすいんですね。なので、上がってきたらすぐエリアでエントリーするんではなくて、上段入って、で、下段に入って、でかつ、この下段の下限ラインを割ってから、割ってから、この前日の最安値を、抜けますよね。で、そこでレジストップしたところからエントリーです。そうすると最後に1本が取れるので、で、このゴールドだとこの1本っていうのも結構でかいんですね。70ピップス、80ピップスとか取れたりするので、この場合は、私の場合は60、70ぐらいなんですけど、そのぐらいの78ピップスが出るので、最後の一つを狙っていくというか、一波を狙っていく感じですね。で、このレジサポの部分っていうのも結構、5分足で見ると、同じような形をしてるんですよ。ちょっと見ていきましょうか。そこまで基本的に見てるんですけど、で、5分足を見ると、こんな感じなんですね。で、下がってきて、ここで最安値を更新しました。前日の最安値。
ここですね。ここの最安値を、ここで更新しましたと。はい。で、そこは、エントリーせずに上がってきたところで、また、こういうトレンドラインが生まれて、で、上段下段みたいなのができるわけですよね。で、そこを抜けてレジスタポした、ここです。この部分。この部分って1時間足見ると、このヒゲの部分なんですよ。なので、もう、このトレンドラインを抜けて、この下段のところで、もうレジスタポしてしまえば、もう下決定なので、ここから入っていってっていうような感じですね。はい。で、あとはエクジットはこの週足、ここから上に行く可能性があるので、週足のこのところを気にしながら、このピンクラインを気にしながら、トレードしたっていうような、トレードポイントになります。これもあるあるの、1時間足が特に深くミドルぐらいまで戻ってきた後の、最後の一度ですね。まずは1時間足で、上段下段っていうのができて、下段に入って、最安値を超えますと。で、その後戻ってきたときに、じゃあどうやってエントリーするのかっていうと、ここでレジスタポするのを待つんですけど、これレジスタポするのを待ってからエントリーなんですけど、レジスタポする過程で5分足っていうのは、こんな形になってるんですね。また上段下段っていうのがあって、で、下段で、下決定みたいな、こういう波が出てくるので、この部分、最後の一押しの部分、1時間足が深く戻ってきた後の最後の一押しの部分ですね。この波っていうのは、5分足で、こんな感じの波が出やすいっていうのを覚えていただければ、もうここで待ってればいいわけですよね。なので、もうそもそも分かってると楽ですよ。もうここで待ってればいいっていうの分かってるので、例えば、ここの一発とか、で、もっと下まで行くんじゃないかとかっていうのを別に考えてエントリーしてしまうと、ここで思いっきり戻されて負けてしまうので、そうではなくて、ちゃんとここでレジスタップする。で、そのレジスタップするって言ったところを5分足してみると、波の不変性みたいなところが出てくるので、そこから入るんですね。ここから、待ち伏せして入る。入れば、こんな感じでエントリーできるので、昨日のところっていうのは、ある意味鉄板パターンですよね。が出たので、そこを覚えてもらえればいいと思います。大きな波の1時間足の戻し、じゃあどこでエントリーしたらいいのかっていう、話ですね。で、今回はその波が出たので、そこで、エントリーしたと。で、その解説を、しました。はい。今日は、皆さんにシェアしたかったことは以上になります。